天に羽ばたく通の折り方を説明します。お子様に喜ばれる羽ばたく通の折り方です。いろいろな野鳥折り紙の基礎となります。はい、それでは羽ばたく鶴の折り方について説明いたします。用紙としましては15センチの正方形の紙を用います。まず折り線から入れていくことにいたします。折り線としては正方形の紙をまず半分長方形の状態に折ります。その直角方向についても折っておきます。それからその後のために斜めの線も入れておきます。その直角方向の斜めの線についても入れておきます。で、この状態で正方形の紙を四角く折ります。大体このような状態になります。で、あとは鶴の折り方と同じでございまして、この端の辺をこの中央の線に合うようにまず三角形45度に折ります。反対側も中央線に合わせるように45度に折ります。それからそこの山の上のところを折り返してあげます。で、この状態から中を開くということになります。最低この隅をきちっと決めてきて、このように反対側についても決めまして、ひし形の状態になって、それからそのひっくり返して反対側についても同様に折ります。まずこの線を三角のところを返しておきます。それから次にこのライン、それでこの辺をこの中央線に合わせるように折ります。反対側も同様でございます。それから先ほどの三角を変えてそれから中を開きます。が羽に対応するところ、それからこれが口と尻尾の方の状況になります。で、まず口の方のところをこのラインを中央に合わせるように細く折ります。反対側にひっくり返しまして、上のライン中央線に合わせるようにして、このような状態となります。そうしましたら、まず口の部分だけまず先に折り上げておきます。それで羽ばたく鶴の場合には、これがある程度斜め、この斜めの状態にしていくことがポイントでございます。それから口のところをある程度折りまして、
ちら側が尻尾の方になりますが、これについては二重に折らずに尻尾の部分ですが反対に返して、それでほぼこれの中央位置のところまでしてこのように巻きます。それから次にこの羽を翻して折ります。逆さまにして、このところ、このちょうど折り曲げられるところまで広げて折ります。それでこのように、反対側についても同じように羽を折ります。で、羽と羽は重なりますが、このようになります。で、この状態でほぼ完成で、一応ここのところを持ってここを引っ張ればこのように羽ばたくことになります。ただ形が今一つ不十分ですので、もう少し改善していきます。まずこの上のところ、この山のところを少し潰したいと思います。で、そのためにはこれをこのように持ってこのところを広げていくと。で、押しながら広げていく。先端部分をこのようにしますと潰すことができます。このような形で潰しまして、それを合わせます。そうすると山の先端が少しなだらかな状態となります。で、この状態でやっても一応羽ばたきますが、羽ばたきの羽が下の方に向いてます。で、もう少し上の方に上げたいと思います。そのためにはここのところでこう折りまして、この角のところを若干折り上げます。このように折り筋を入れます。反対側についても折り筋を入れてあげます。そうすると横から見てこのような状態、反対側にしてこのような状態となります。で、これで羽を広げてあげますと、このように羽ばたきの羽がかなり上の方向に向いた形になります。で、これで羽ばたく鶴は出来上がりです。このように羽ばたくことができます。これが羽ばたく鶴の原型でございます。この後、羽ばたく鶴に続きまして、もう少し違ったスズメとかハトとかいったような鳥も作っていく予定でございまして、そのためにはこの鶴の形が原型ですので、その基本を